NRX-044 アッシマー。大気圏内において短期で飛行能力を持つ初めての機体として開発された可変モビルアーマーである。この機体の開発はニュータイプ研究所の一つ、オークランド研究所で進められており、上半身を円盤状に変形させることで空力特性を変えてリフティングボディとし、脚部を変形させた強力な推進装置によって戦闘機に匹敵する機動性を獲得している。各可動箇所にはマグネットコーティングが施されており、変形に要する時間はわずか 0.5 秒である。この機能によって高高度進出から落下、降下中にモビルスーツ形態で白兵戦を繰り広げ、再びモビルアーマー形態となって離脱するといった戦術を展開することが可能となった。土台などのサブフライトシステムの補助を必要とせず、これだけ立体的な戦闘が短期で可能な機動兵器は文字通り空前絶後であったと言える。グリプス交戦時には試作機がエウゴ部隊の追撃戦に投入され、戦争後期にはダカール攻防戦などにも投入されている。というわけで、どうもプラシキです。本日は機動戦士ゼータガンダムに登場した可変モビルアーマーのアッシマーを作っていきたいと思います。144分の1スケール、2005年6月18日発売の販売価格は2200円となっています。キット自体は19年前のキットと結構古いキットなんですが、この当時でもすでに完全変形を実現させていたというこのキット、実際どのような感じで変形ができるのか楽しみに作っていきたいと思います。それでは早速中身をチェックしていきたいと思います。内袋は4袋となっていました。早速ランナーを広げてみました。このようなランナー数となっています。数としては通常の HG の数量ぐらいになるんですかねという感じのランナー数となっていました。それではランナーをチェックしていきたいと思います。まずこちら A ランナー、アッシマーの新規ランナーとなっています。カラーリング、この緑のカラーリング特徴的ですよね。そしてこちらもアッシマーの新規ランナー、この黄色というかオレンジというか、こちらのカラーリングが眩しいです。そしてこのように大きな台座がついていますね。こちら ABS 素材となっています。こちらアッシマーとドラッツェと書かれたランナーですね。そしてこちらもアッシマーのランナー。全体的にはディテールはそこまで派手めではないですね。モールドも細かく入ってるわけではないので控えめな感じがしますね。そして先ほどの紫のランナーとこちらのランナーはどちらも ABS 素材となっています。そしてポリキャップはこちら PC123 プラスですね。こちらバリがちょっとあるのでバリ取りをしっかりした方がいいかと思います。そしてホイールシールはこのようにシンプルなホイールシールが付属していました。そしてアクションベース用のビス。説明書を見ていきたいと思います。説明書はカラーと白黒の見開きタイプの説明書になっていました。工程数すごいギュッとページが詰まってるんで多そうに見えるんですが、実際そこまで工程数は多くはありませんでした。そしてこのようなゼータガンダムの機体を体感せよといったこのコマーシャルじみた感じのページですね。こういったの好きなんですよね。またこういうページ作ってくれないですかね、新しいガンプラでも。余剰パーツに関しては基本新規ランナーになるので、ポリキャップにだけですね余剰パーツが出るようになっていました。そして今回のキットビスがついているので精密ドライバーが必要となります。パーツ切り出してみましたが、パーツ数少ないですね。このような感じのパーツ数となっていました。それでは早速組み立てていきたいと思います。まずは胴体パーツからいきたいと思います。今回可変キットになるので結構特殊な作りになっている胴体部分でしたね。見ていただくとわかるんですが、すごい変わった形をしています。このような形で胸の部分のアーマーがスライドして動くようにできていました。両側ともスライドでこのように可変するようなギミックが搭載をされています。実際にこの胴体部分作ってみて思ったのが、結構工程数この部分では胴体にしちゃ多いのかなっていう感じになっていました。バックパックも一緒に含まれてたので余計なんですが、このようにバックパックもスライドのギミックがついています。結構差し替えなしの可変キットなので各所にこのようなギミックですね、上下に動いたりとかのギミックが搭載されていた胴体部分となっていました。腰部、腰の部分も一緒についているので胴体部分と言っていいのかどうなのかはあれなんですが、合わせ目に関してはそうですね、やはり昔のキットなのでどうしても合わせ目各所に出てしまうような作りとはなっていました。
このように腰部の部分も動きますね。独特な胴体部分となっていました。続いて頭部パーツを見ていきたいと思います。こちらもかなり変わった形の頭部をしているんじゃないでしょうか。もともとアシマ自体が結構変わった形をしているので、どんな感じの作りになってるのかなとは思っていたんですが、結構特殊な感じの作り込みというか、顔はですねこんな感じで物はも動かないような感じにはなっているんですけれども、頭部の伸縮のギミックがついててですね、この真ん中の合わせ目みたいなところが開いて動くようにできています。全体的に合わせ目という感じはあんまりないんですが、こんな感じでスライドして開くような形となっていますね。この部分はシールで補うようになっています。実際変わった頭部はしているんですが、アッシマーの頭部らしさが再現されているんじゃないでしょうか、こちらの頭部。続いて腕部パーツを見ていきたいと思います。腕部パーツも変わった作りをしている部分が多かったですね。こちら肩アーマーの内部の作りとなっています。肩アーマーははめ合わせ、そしてこのマニピュレーターがすごい特殊なんですよね。両側から挟み込むような形で上からカバーをするといった形のマニピュレーターでした。このように握り手も付属をしています。そしてこちらをまず先にはめ込んで、この前腕部のギミックですね、内部にスライドするギミックでこちらの緑のパーツで留めるような作りとなっていました。さすが可変キットといった感じですね。そしてこの辺りの作りは、H 字らしい作りと言っていいんでしょうか。このような腕部となっています。合わせ目がっつり出るので、前腕部も肩アーマーも合わせ目はがっつりと出てしまいます。年代的なキットを考えると、この辺はしょうがないのかなという気はしますね。続いて脚部パーツを見ていきたいと思います。こちらアッシマーの脚部も結構変わった形をしていました。基本ははめ合わせが多いんですが、このように足裏にスラスターがついていたりと、結構パーツ細かく作り込まれている印象を受けましたね。この辺りも裏にちゃんとパーツが入っていて、断面図はこのような作りとなっていました。可変キットらしい可動域が広めに取られているような作りになっていたと思います。そして出来上がった脚部がこちら。合わせ目はどうしても出ますね。そのあたりは仕方がないのかなという感じですが、足裏のこの部分、スラスターなどもしっかりとパーツ別で分割をされていました。なかなか脚部も再現度高いんじゃないでしょうか。そして今回唯一付属をしている武装パーツですね。こちらモナカ構造のため合わせ目がっつり出るんですが、この方向の部分ですかね、方向の部分と後ろの部分はしっかり色分けがされているようになっていました。このような感じ。そしてこのように持ち手の部分が動くギミックが搭載をされています。そしてアクション台座、このようにビスで留めて稼働もしっかりとできるようなアクション台座となっていました。そしてこの時代によくあったんですけど、裏面にキットの余剰を保管できるんですね。さあ、それではキット全部組み立て終わりましたので取り付けしていきたいと思います。まず脚部から、こちらボールジョイントでの接続となっています。ポリキャップ接続なんですが、結構ここ保持力高かったです。そして下半身このような感じとなっています。結構やっぱり可変モビルアーマーなので独特な感じですね、作りが。そして邪魔するものがないので前後はかなり大きく可動域取られていました。そして膝ですね、このように後ろの部分が少し干渉するのでこの位置までしか曲がりません。そして足首に関しても大きくは可動域はありませんでした。つま先とかかとの部分はこのように閉じることができるようになっています。この辺りは可動域広めですね。かなり広いかと思います。そしてこの位置が太ももを変形するときに稼働させるんですけど、その位置を収納させるために開くようなギミックが搭載をされていました。続いて上半身の腕部との接続は軸でのポリキャップでの接続となっています。この辺りしっかりと保持力もありました。そして上半身の可動域ですが、このように肩アーマーが動くというよりもこの付け根の部分がかなり可動域広いので、上下に関しては可動域広めだと思います。
そして軸での接続なので360度回転します。そしてこの上腕部、こちらも軸での接続となるため360度回転。そして肘の部分ですが、この位置まで曲げることが可能となっています。そしてマニピュレーターはボールジョイントのため360度回転します。それでは頭部つけていきましょう。こちらボールジョイントでの接続となっています。見てわかる通り、このようにかなり両側の肩アーマーと干渉するので、ほぼほぼ動かないですね。多少左右に触れるのと上下が多少動くような感じの可動域となっていました。いやしかし実際よく立体化されてますよね。プロポーションとかもできてるんじゃないでしょうか。かなりいいと思います。そしてビームライフルですが、このように腰の部分に保持することが可能となっています。さあ、それではお楽しみのモビルアーマー形態への変形をしていきたいと思います。まず腕部の方、このようにマニピュレータースライドで中に格納します。そして胸部分のアーマーを開いて、両側ともこのように開きます。そして脚部、足の部分をこのように閉じます。そして先ほどのこの動く部分ですね。そして膝部分がこのように中に入り込むので、しっかり中に入れ込んで、こちらを蓋をするような形ですね。ここちょっと失敗しています。きれいにはめ込むとこのような形で脚部が収納されるようになります。そして収納した状態がこちら。結構ぐっと中に締まるんですね。そして腰部をこのようにぐいっと曲げることができるので、このように折り曲げて脚部を逆方向へ回転。結構ここまでは変形にそこまで難しい変形はありませんでした。そしてバックパックをこのように開きます。そして次に肩アーマーを前腕部の方とこのように接続します。このあたり変形させててよく考えられてるなと思ったんですけど、綺麗にはまるんですね。そして頭部を横にした状態にして、頭部のスライドをこのように開いてあげると、あら不思議綺麗に円形になるようなギミックが搭載されていました。このあたりよく考えられてるなぁとすごく感心したんですが、すごいですよね。そしてこのようにビームライフルを下部へ接続をすればモビルアーマー形態の完成となります。これすべて差し替えなしでの変形となっています。元のデザインもそうなんでしょうけど、これをプラモデルでしっかりと完全変形で作るってある意味変態かなと思いましたが、かなり出来がいいんじゃないでしょうか。HGUC144 分の1アッシュマー完成しました。どうでしょうか。このプロポーション結構再現度高いんじゃないでしょうか。色分けもある程度されているんじゃないかなと思います。それでは武器を持ったポージング見ていきたいと思います。ただ武器ビームライフルしかないので、そこまでポージングっていう感じでもなかったんですよね。ただアクションベースしっかりと保持力もあるので、結構ポージング自体はやりやすいんじゃないかなといった印象を受けました。こちらモビルアーマー形態ですね。この再現度かなり高いんじゃないかなと思ってます。お気に入りです。この形フォルムが愛くるしいですよね。そしてこちらガンダムマーク2のリバイブ版との比較なんですが、アッシュマは実際全高が 23.1 メートルぐらいあるので、実際の HGUC の144分の1の中でも少し大きいですね。このような感じで横に並べてみるとわかるんですが、少し背が高くできています。全体的にもちょっと大柄なイメージの作りとなっていますね。どうだったでしょうか。 HGUC144 分の1アッシュマしっかり再現できていたんじゃないでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。今回 HGUC アッシュマーを作った感想ですが、約19年前のキットにしてはかなり完成度の高いキットになっていると感じました。色分けなどに関しては細かい部分を除けば十分されていると思いますし、可動域に関しても変形機構があるので控えめな箇所もありましたが、それでも肩部分の可動域が広いためポーズは取らせやすい印象でした。もちろん古いキットなので ABS パーツも使われているし、合わせ目も出る箇所が多いですが、それでも全体的なフォルムと差し替えなしでの完全変形は本当にすごいと思います。変形自体は各所にロック機構もありガチッとはまるので、モビルアーマー形態でのディスプレイも容易でした。
再販があるたびに手に入りにくい人気があるキットというのも頷けました。しかし本当に差し替えなしでの完全変形には感動しました。かなり完成度の高いキットになっていると思います。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。